皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の8月の8日ですね。曜日が木曜日ということで、時間が日本時間の夜の9時53分ということで、もうほとんど夜の10時ということですね。ということで今日の木曜日のワイワイニュースライブ通算で2831回ということで、一元放送で、始めたいというふうに思います。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、衆議院の、日本国民はなぜ衆議院の解散権は首相の専権事項であるという歴代自民党内閣による憲法違反の応訴を信じ、首相による衆議院解散総選挙を是認して総選挙で常に自民党を勝たせてきたのかという非常に重要な問題ですけど、誰も問題にしないという摩訶不思議な課題なんですね。要するに首相には衆議院の解散権があるのかないのかという重大なテーマなんですけど、このことを正面からですね捉えて問題にしてる人っていうのは誰もいないんですね。本当摩訶不思議なんですね。ということで今日の放送です。今のところ映像も音声も問題なく配信されているということですね。今日の最新のお知らせの最初は、水曜日が外国語放送だったんで、その前の火曜日のメインテーマの表紙ですね。これですね。安倍晋三首相、独裁政治はなぜ続くのかと。で、これがパク・クネ前韓国大統領ですね。懲役24年と。私は25年というふうに、1年長く書いちゃったんですけど、24年みたいですね。で、安倍晋三とそれからパク・クネの国家権力犯罪の規模と質、悪辣さを比較すれば、もう比較にならないほどこの安倍晋三の国家権力犯罪、この7年間に彼が犯してきた国家権力犯罪、憲法破壊、国民資産の横領、アベノミクスという名の700兆円にわたる国民資産の横領、それからアメリカトランプ政権に対する日本の主権を売り渡した売国ですね。それから海外にばらまいた海外援助というのが120兆円を超えているということとか、もうとんでもない国家権力犯罪を繰り返ししてきてるんですけど、彼をなぜパク・クネ大統領みたいに逮捕・起訴、それで有罪判決で刑務所に送れないのかと、こういう摩訶不思議なことが日本で起こったんですね。で、これが火曜日のメインテーマでして、現時点での視聴者数がツイキャスで420名様、YouTube で1243ですから、全部で1663ということですね。それから昨日の英日語放送のメインテーマ、What is the important thing? ということで、日本と米国と英国には存在しないが他の国には存在する重要なものとは何かというテーマだったんですけど、これがあれですね、作っていただいた表紙なんですけど、これが6つのですね国の憲法裁判所の建物なんですね。韓国、それからドイツからエジプト、オーストリアからロシア、イタリアということなんですね。で、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが170名様、YouTube が294で464と、英日語放送だから
視聴者数はそんなたくさんは毎回いないんですけど、まあ500名ぐらいの方が視聴されているということですね。から2つ目がですね、ようやく第6回目のFacebook による一方的で不当な30日間サービス利用禁止処分が今朝早くですね解除になったということで、ようやく1ヶ月ぶりに投稿とか等々ができるということで、明日二元放送、もしも明日まで、この第7回目が来なければですね、明日の放送は二元放送久しぶりにできるんじゃないかと、おそらく来ると思いますけどね、7回目がということです。そして今日の画像ですね。今日の画像の最初は画面面白くなってきたんですけど、埼玉県知事選っていうのが25日回答票で、公示されたんですかね。それで、野党統一候補と、それから自民公明の与党統一候補ということで、与野党激突になるということで、自民党公明党推薦のスポーツキャスターで前テレビで見たことありますよね。自公推薦の青島健太という人と、それから野党統一候補で上田知事と野党4党が支援する大野元弘さんという、彼はかなりずっと前ですね、私がテレビ見てた時に中東情勢の解説でよく NHK なんか出てたいわゆる学者なんですけど、その後政治家になって、民主党かなんかで今は国民民主党の議員だったんですね。それでこの、埼玉知事選に、立候補するんで国民民主党を離党したということで、野党統一候補ということで面白いですね。ガチンコ勝負と。でおそらく、山本太郎代表、れいわ新選組代表が野党統一候補の支援、大野さん支援に入ればですね、逆転大勝利する可能性は高いと思いますね。25日です。ですから埼玉に居住されている有権者の皆さん、野党統一候補を勝たせましょうということですね。から2つ目が、これもとんでもないあれですけど、これハンギョレ新聞に載ってたんですけど、韓国与党議員が、来日したということで、この韓国の与党議員を前にしてですね、この江藤誠一という首相補佐官が暴言を吐いたんですね。これ大分出身の参議院議員で比例なんですよ。彼らもう統一教会そのもの、統一教会日本会議そのもので、若い時から大分大学のいわゆる僕らのやってる全共闘運動に対抗する右翼右派の学生を組織した全国なんか学生なんとかという連合体を作ったいわゆる日本会議の中心人物ですよね。彼が今自民党の参議院議員として、これ首相補佐官になっているということで、彼が何言ったかというと、かつて韓国は売春観光国だったという、よく言うよねこんなことをね。こいつ。それから3つ目が、これもひどいね。裁判の記録、戦後憲法裁判の記録を多数廃棄したと。自衛隊や基地問題、検証不能になったということで、こういうのがいわゆる、民事裁判の記録の保存なんですね。
それで、地裁高裁、最高裁になって、最高裁の判決が出た確定後、一審裁判所に全ての書類が戻されると。そして5年は保存しなくちゃいけないということですね。最低5年全て。で、参考資料になるものは特別保存すると。で、それ以外は廃棄ということなんですけど、判決文は別扱いで50年保存だという、一応規定があるんですけど、こういう規定に違反してですね、戦後憲法裁判の記録を多数廃棄していたということで、これはもう完全に最高裁事務総局の命令ですよ。だから安倍が一切ですね、今国会での発言も不都合なところは削除すると、あるいは首相との各省庁の打ち合わせの内容メモも一切残さないと。これと同じですよね。重要な憲法裁判に関する書類をですね、検証不能にするためにわざと廃棄してたという、これはもう権力犯罪そのものですよね。というのが今日の3つの画像ですね。これをちょっとアップしますね。これは昨日のテーマなんですけど、憲法裁判所があったからというのが非常に大きいですね。なぜ現職の大統領を国家権力犯罪を犯したという韓国憲法裁判所の判決が出たんですね。ですから韓国民衆がパク・クネ、大統領が犯した権力犯罪を弾劾するということで、連日のですね100万人のろうそく集会を開いて、抗議していたと。それを背景にして野党の国会議員が国会でですね、パク・クネ大統領弾劾訴追の決議を出して、それを多数派工作して、国会で通しちゃったんですね。そして最後は当然ながらこれを韓国民衆の大規模な抗議運動、訴追弾劾行動を支援してた韓国のハンギョレ新聞とか等々のいわゆるマスコミですよねが日本と比べたら全く違うということですね。ですから韓国民衆の戦いから韓国のマスコミの戦い、そして国会議員の身をとしての戦いが功を奏して、国会でのパク・クネ大統領訴追弾劾決議っていうのを通したんですね。賛成多数で。与党のハンナラ党からも賛成票が出てるということで、おそらく3分の2近くの国会議員が弾劾決議に賛成したということで、それを受けて本来だったら憲法裁判所がない場合は最高裁判所がその国会決議が合憲かどうかを判断するんですけど、日本の最高裁と同じように韓国の最高裁も最高裁の判事の指名権は大統領が握っているということで、ほとんどパク大統領支持派の判事が占めているんですね。ですからもしも憲法裁判所がなくて韓国に最高裁しかなかった場合は、おそらくこの訴追
弾劾決議っていうのは憲法違反であるという最高裁判決が出たはずなんですね。それで待ってましたとばかりに、パク大統領を擁護する救出するための韓国軍が戒厳令を敷いて、そして反大統領派を一斉に検挙弾圧し、デモを武力で弾圧して鎮圧するという事態になってたはずなんですね。でも憲法裁判所が幸いにもあったと。この韓国の憲法裁判所っていうのは日本みたいにもともとなかったんですけど、1987年の、全都韓大統領に対する大規模な反大統領民主化闘争っていうのが勃発して、たった2ヶ月間しか続かなかったんですけど、大勝利に終わったんですね。その大勝利の成果の最大のものの一つが、この存在しなかった憲法裁判所を最高裁の上に位置する、憲法の番人として、創設したということなんですね。その会があって、今回のパク・クネ大統領による国家権力犯罪を徹底的に追及して、そして憲法裁判所の合憲判決を引き出して、そして直ちに大統領を罷免し、逮捕し、起訴し、裁判にかけて24年の実刑判決を出したと。そして現在彼女は収監中というところまで来たんですね。で、日本は一体何なのかということですよね。ひどいもんですよね。何でしたっけ。そっか。この火曜日の放送の視聴者数ですね。1663と。それから昨日の英日語放送、これは全部でいくかな。これは憲法裁判所がある国とない国では全くいかないですね。重要なものとは何かと。それは憲法裁判所だと。いわゆる先進国と言われる国で、この憲法裁判所がないのは日本とアメリカとイギリスしかないと。他は全部あるんですね。この違いが決定的だという話なんですね。それで、視聴者数ですけど全部で464名様ということですね。それから今朝早くですね、1ヶ月間のフェイスブックによる一方的な不当な30日間利用サービス利用禁止処分が解除されたということで、ただおそらく2、3日後にはですね、再度7回目の30日、サービス利用禁止処分が出されると思いますので、それまでにできるだけ投稿したいということですね。これはもうあれですよ、いわゆる国家ができないことを政府がやりたくても憲法の規定とか法律の規定によってできないことを法律の規定一切関係なく勝手に自分たちででっち上げたいわゆるコミュニティ規約とかですね、ヘイトスピーチ規約等々を持ち出して、あなたの過去の4年前の投稿記事がこの規約に違反しているからということで、30日間のサービス利用禁止処分にするという一方的に、こういうことが国境を越えて民族とか言語とか等々関係なくですね、Facebook とか Google とかTwitter とかですね、等々ができると
いう国家を越えた、国境を越えた、無言語の壁を越えたところで、このような世界的なグローバルな IT 企業が支配権を持っていると、検閲権を持っているという恐ろしい時代になってるんですね。いうことです。これはアップしましたっけ。そうですね。はい。ということです。そして今日の画像が3枚ですね。埼玉県知事選、がぜん面白くなったと。野党統一候補を勝たせましょうということですね。それから韓国の与党議員を前にして、この日本会議そのものの江藤浩一っていうのかな、首相補佐官がかって韓国は売春観光国だったというとんでもないことを発言をしていると。こいつはどこでもそういうような暴言を吐いてるんですね。でこれはハンギョレ新聞で、報道されたことで、日本の新聞は一切スルーしてるんですね。そして、日本の裁判所は不都合な違憲判決訴訟に関する判決文を含めた書類をですね、かなりの部分を廃棄しちゃっているというとんでもないことが起こってるんですね。これは東京新聞ですね。国民の知る権利をどんどん削っていくということですね。だから今の日本国憲法には真実、事実を国民が知る権利という項目がないんですよね。抜けてんですよね。で、それを犯す、政府とか官僚とか等々がもしも国民の知る権利を毀損した場合は罰則を課すという規定を設けるべきなんですね。日本国市民憲法の中には必ずそれを入れましょうということですね。砂月さん、独占禁止法がアメリカにはないでしょうかと。FB もツイッターも独占ということはあるんですよ。どこの国も。でも機能しないですね。だから憲法裁判所がないから無法状態になってるんですね。吉行さん、韓国にはあるが民主の力で政権を倒したことがない日本にはないもの、他でもない憲法裁判所だと。憲法裁判所を民主化運動で勝ち取った韓国市民に学ぶべきという山崎市民革命論ですね。吉行さん、ありがとうございます。それから翔さんですね、コンティニューコインですね。砂月さん、制度も大事ですが民衆の世論の盛り上がりが制度を作っていくと。日本の平和運動のもたい、社会党総評ブロックの解体が今日の傍若無人の日本海安倍政権の暴走をもたらしたということですかね。そして吉行さん、韓国では国家権力犯罪をこれ、はメインテーマですね。はい。で、石森さん、山崎康子ワイワイニュースライブ配信中ですと。お茶ですね、配信ありがとうございます。砂月さん、コンティニューコイン2枚ですね。砂月さん、初めて、ご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散情報を共有お願いしますということですね。はい、砂月さん、これは今日のメインテーマですね。リツイートしてくれましたね。K さん、コンティニューコイン。初耳さん、いつもたくさんのコンティニューコインありがとうございます。1、2、3、4、5、6枚ですね。
配信ありがとうございます。初耳さん配信中ということで、今日のメインテーマリツイートしてくれました。から土山仁さんですね、お茶爆10配信ありがとうございます。コンティニューコイン2枚ですね。からアフターマッチさんがお茶ですね。そして、今日のメイン、放送の前ですね、須田月さん、戦後憲法裁判の記録を多数破棄、これがそうですね。はい。ということで、今日の次は何だ、今日の注目情報ですね。これは日刊現代ですけど、安倍首相は嘲笑、朝鮮半島経済の爆発力と、投資の神様太鼓判ということで、ジム・ロジャースのいわゆる、5年以内にですね、韓国と北朝鮮が統一するという彼の見通しなんですね。そうすると韓国、5117万、北朝鮮2555万、計7672万で成長性を担保する合計特殊出生率は日本が1.44、韓国1.17と沈んでいるが、北朝鮮は1.94と高水準をキープしているということで、韓国とそれから北朝鮮が統一するといった場合、その経済力、爆発力はすごいもんだという見通しなんですね。で、5年後、朝鮮半島、韓国と北朝鮮はアジアで一番幸せな国になろうと、5年後ですよと彼は予言してるんですね。これの記事です。日刊現代です。最近日刊現代の引用が多いんですね。いいか OK か。はい。ということですね。そして、今日の推薦図書ですね。この本ですね。これを読み始めました。日本への警告、ジム・ロジャース。それの今日は第2回目の第1章、日本人が見ぬふりをすると、破滅的な未来という恐ろしい話ですね。ということで、眼鏡かけてるとなかなか読みにくいんで、これ眼鏡外して読みますね。今日第2回目です。何かがおかしいと分かってるはずなのにと。読みますね。1、2、3、4ページちょっとですね。東京を訪れるのはいつでも私にとって楽しみだと。東京には素晴らしい文化があると。分けても日本の食文化は世界一だと。これはぜひとも強調しておきたいが、日本は私の大のお気に入りの国の一つであると。しかし最近街を歩いている日本人の表情を見て気になることがあると。皆一様に重々しい、ソレムっていうのかな、英語でソレム表情を浮かべていると。怒っているとは言えないまでも、とにかく不安げだと。何かがおかしいことは分かっていながら、何がおかしいのか、その根本原因を見出せないような顔つき。私は世界中を旅してきて、さまざまな国々の人々の表情を見ているから、日本人の表情はそのように感じたんだと。本書ではそんな日本が抱えている根本問題について話すと。細かな問題については日本に暮らす人々であればすでに感じていることだろうが、本書ではそうした諸問題の奥にある根本的問題を指摘したいと。これに対する抜本的な解決策は辞書において示すことにしようと。その前提として今度は違う、日本は違うという言葉が成り立たないことをまず理解してもらいたいと。
今度は違う、日本は違うと思考停止になってしまえば、私がいくら問題提起をしたところで意味がなくなってしまうからだと。歴史を知ると、今度は違う、日本は違うという言葉が真実ではないことがわかるだろうと。私にとってこの言葉は危険を示す兆候に感じられると。特に、投資をする人間はこの言葉を聞き逃してはならないと。バブル絶頂期の日本人も今度は違う、日本は違うと言っていたと。これはバブルではない、日本は大丈夫だと。当時の日本は歴史を学んだ人なら誰でもわかるくらいはっきりとしたバブルだったにもかかわらずと。1990年に日本の新聞でゴルフ会員権の相場が100万ドルに達していることを知った私は、これは投機的なバブル以外の何者でもないと感じたものだと。どこの世界に100万ドルもするゴルフ会員権があるというのかと。そうですよね。1億円以上ですね。当時の日本の不動産も皇居がある一角はフロリダ州全部よりも価値があると言われていたほど高騰していたと。日本は実体的な価値のない金融が蔓延し、熱狂の頂点にあったのだと。私は当時の日本のゴルフ会員権のような途方もない価値のものに出くわしたときは、一歩下がって何かがおかしいのではないかと自分自身に聞いてみることにしていると。これはバブルに巻き込まれないための必要な考え方だと。アメリカでも2000年頃のドットコムバブル経済の熱狂に包まれていた頃には、経済誌のウォール・ストリート・ジャーナルでさえザ・ニュー・エコノミーという新しい用語を作ってしまったと。当時のアメリカが経験していたのは何も新しい経済ではなかったのにと。新時代やニューエコノミーなど存在しないと。マスコミもそのことを理解したのか、ニューエコノミーという言葉を固有名詞として使うことはやめてしまったようだが、今でも何か目新しい技術や現象が話題になると、人々は再び同じ過ちを繰り返す。MMT なんかそうですよね。新金融論ですからね。私は10年以上前から日本社会が抱えている問題を指摘してきたと。少子高齢化や多額の財政赤字に伴う恐るべき長期債務残高など、今では多くの日本人が認識している問題について、しかし私の目から見ると、日本人は問題を認識しながらも本気で解決しようとしてこなかったように見えると。それはおそらく彼らがまたも日本は大丈夫と根拠のない大混乱が起きたことをほとんどの日本人が根拠のない思い込みを持っていたからではないだろうかと。2010年にギリシャが財政破綻を起こし、大混乱が起きたことをほとんどの日本人は知っている。それでも彼らは日本とギリシャは違うと考え、昨日までと同じ生活を繰り返してきたと。しかし今はどうだろう。本心では日本は絶対に大丈夫とまでは信じきれていないのではないか。例えば日本の公的年金制度がいずれは破綻するのではないかと考えている日本人は極めて多いという。日本は大丈夫という根拠のない思い込みと、将来の安心を担保してきた諸制度に対する否定しようのない疑いの気持ち、自己の中にあるこの矛盾をおかしいと分かっているのに、この矛盾の根本原因が分からない。だからひょっとしたら制度破綻が起きるかもしれないと気がついているのに、その破滅的な未来を具体的にどのように避けたらいいのかも分からない。私にはそのように見えるんだと。しかし今の日本において、今度は違う、日本は違うとは成り立たない。現在の少子高齢化と巨額の長期債務残高を放置しても破綻しないニューエコノミーなど存在しないのだと。ここまでですね。で、明日金曜日は次の途方に暮れた巨人ということで、1、2、3ページですね。ということです。これぜひお買いになってください。ベストセラーみたいですね。ということで、今日の推薦図書はそういうことでした。ヘチさんですね。コンティニューコイン、こんばんはです。はい。から今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、日本国民はなぜ衆議院の解散権は首相の専権事項であるという歴代自民党内閣による憲法違反の大嘘を信じ、
首相による衆議院解散総選挙を是認して総選挙で常に自民党を勝たせてきたのかというまさに根本問題ですよね。誰も不思議に思わない根本問題、その主な理由は2つあるだろうということで1と2なんですね。で1つ目の理由は日本国民のほとんどが日本国憲法第41条の重要な意味を知らないままあるいは知らされないまま戦後70年以上を過ごしてきたことがあると。この日本国憲法41条って私はたびたび引用しますけど他の人は誰も引用しないですね。41条に関してはね。9条はよく言うんですけど私は9条と同じぐらいあるいはそれ以上41条。国会は国権の最高機関であって国の唯一の立法機関であると。非常に短い文章ですけど全般国会は国権の最高機関と非常に重要な意味を持っているんですね。それから後半の国の唯一の立法機関とこれも非常に重要なですから歴代自民党内閣っていうのはこの2つですねの重要な規定をことごとく、無視し逆のことをやってるんですね。国会を国権の最低機関としてしか扱わないと。だから勝手に、大義名分というのをでっち上げて、野党が弱いと野党に金がないと混乱していると野党を分裂させるための工作が成功したという時を狙って、衆議院を解散して総選挙するということを繰り返してきたんですね。だから勝つのは当たり前なんですよ。で後半の国会や国の唯一の立法機関であるということも完全に無視、否定してほとんどの全ての法案は内閣が起案し国会に提出しておざなりの審議で時間が来たら強行採決で成立させてきたということでこの41条の2つの重要な規定がことごとく歴代自民党政権によって真逆のことをされてきたんですね。だからまさに憲法違反なんですけど昨日言いましたように日本の最高裁っていうのは憲法の番人ではなくて米国支配階級とその傀儡政党自民党の番犬でしかないからこの重大な歴代自民党内閣による憲法第41条憲法違反ということに対しても一切、判断を出さないと沈黙していると。沈黙するってことは是認するということですよね。砂月金さん推薦図書ジム・ロジャース日本への警告ですね。はい。その主な理由は2つあると。1つはこの41年間この憲法第41条の重要な意味を知らないまま日本国民のほとんどが知らされないまま戦後70年間過ごしてきたということでこの憲法第41条の規定の全般部分ですね国会は国権の最高機関であるのは9条戦争放棄の規定以上に重大な意味を持っていると私は思っていますがほとんどの国民はそのことを知らないと。それじゃあ重大な意味とは何かということなんですね。それは日本の3つの国家権力国権があるんですね。立法権力としての国会行政権力としての内閣司法権力としての最高裁この3つの国権の中で、国会立法権力国会が他の2つの国権内閣と最高裁よりも上位に位置する最高機関であるというふうに規定してるんですね。ということはこの3権の位置関係というのが一番上に国会があってその下に内閣と最高裁が位置するという上下関係なんですね。で我々が学校で習ったのは日本は三権分立が徹底してるんで司法行政、司法立法この3つの三権が並列して同じ、こういうふうに紙幣線にですね3つ立っててお互いが権力を乱用しないように牽制し合ってるという何の根拠もない大嘘をですね我々は一生懸命、社会科で習ってきたんですね。
何だったんだ。日本国憲法には三権分立の規定なんて一切書かれてないんですよ。書かれてないのになんで何を根拠にして、社会科の先生はそういうことを言うのかね。でこの位置関係を見ればですね、国会の下に位置する内閣の長である内閣総理大臣が上位に位置する国権の最高機関である国会を自分たちの都合で勝手に解散できるわけないというふうに思いますよね。それにもかかわらず、戦後70年以上にわたって日本の政治を独占してきた米国傀儡政権、米国の傀儡政党自民党の内閣総理大臣は、衆議院の解散権は首相の専権事項であるという憲法違反の大嘘を言っても誰も異を唱えないという摩訶不思議なことがずっと起こってきたんですね。で戦後70年にわたって米国の傀儡政党自民党が日本の政治を独占支配できたのはなぜかと、この憲法違反の大嘘をついて野党が分裂している時や野党に資金がない時を狙って適当な大義名分をでっち上げて国会衆議院を解散して莫大な750億円という経費を使ってですね、総選挙を強行すると。そうすると常に勝つのが当たり前と。だから常に弱体の野党を相手に総選挙を戦えば自民党が勝つのは当たり前なんだということですね。これが第一の理由。41条に関してほとんどの人が知らないと。その意味を知らないと。その意味っていうのは3つの国権のうち国会が一番上にあって、その下に内閣があって、その下に最高裁があるという縦系列の順序の中で、最高機関としての国会は国会の下にある内閣の総理大臣が勝手にですね、上位の最高機関である国会を解散できるはずがないということがよくわかるんですけど、この41条自体を知らなければそのことがわかんないですね。で、次に2つ目の理由なんですね。2つ目の理由は、日本の国民のほとんど全てが日本国憲法を規範し施行した戦後の GHQ マッカーサー総司令官が日本国憲法の中に巧妙に埋め込んだ暴略的な仕掛けに未だ気がついていないと。もう70年以上経っても気がついてないんですね。1947年ですかね、施行されて。だから72年経ってもこの巧妙に仕掛けたマッカーサーが巧妙に仕掛けた暴略的な仕掛けに気がついてないということですね。それは何かと。これは日本国憲法を規範して1947年5月3日に施行した GHQ マッカーサー総司令官は将来ですね、47年の時点ですから、将来米国傀儡政党が日本の政治を常に独占支配できるようにいくつもの暴略的な資格を日本国憲法の中に巧妙に埋め込んだということに誰も気がつかないということなんですね。暴略的な仕掛けなんですよ。だから具体的には1955年ですよね。だから47年の日本国憲法施行から8年後に米国アメリカの CIA の資金で、日本の保守党2つの党、自由党と民主党を保守合同させたんですね。そのトップに、永久戦犯で本来だったら死刑、執行されるはずだった岸信介以下の永久戦犯容疑者おそらく80名ぐらいを除名嘆願させて CIA のスパイになるということを条件にしてですね、彼らを助けたということで、岸信介っていうのが今の安倍晋三が尊敬する祖父ですよ。その一つが日本国憲法第7条なんですね。天皇の国事行為という項目の中で第2項国会の召集と第3項衆議院の解散、この文言だけを天皇の国事行為の文言ではなくて天皇の国政行為の文言に巧妙に差し替えたと。このことを誰も気がつかない
いうことなんですね。でこのことが戦後70年にわたって米国傀儡政党自民党が常に総選挙に勝ち政権を独占できたからくりなんだということですね。で日本にはですね、いわゆる村議会から町村議会から市議会から区議会とか県議会、道議会、そして国会が2つ、衆議院参議院、全部で数えたんですけど1690の議会があるんですよ、日本には。で行政のトップがですね、勝手に解散して総選挙を行っているというのは1690の議会の中で衆議院だけなんですね。他は全部任期4年とか、あるいは参議院の場合は3年で半数を入れ替えるという任期が終わってから選挙するというのが1690ある議会のうち1689の議会はそうしてるんですけど、なぜか衆議院だけは首相が勝手に理由をつけて解散して総選挙を行ってきたという唯一の議会なんですね。そのことを誰も不思議に思わないということですよね。で世界中でもかつてはイギリスの議会が首相が解散権を持ってたんですけど、キャメロン政権の時に自由党と連立を組んで、その時に毎日ですね、自由党の党首が首相になった場合何されるか分かんないということで、キャメロンがですね、議会の任期限定法っていうのを作ったんですよ、2012年かな。でそれを成立させたんですね。ですから日本とイギリスが唯一首相が勝手に、衆議院下院を解散できたんですけど、イギリスがそのことによってできなくなって、唯一日本だけが相変わらずしていると。それも憲法違反の真っ赤な大嘘をついてですね、それに対して誰も異議を申し立てないと。山本太郎も異議申し立てないですね。野党政治家、学者、憲法学者、政治学者、マスコミ、市民運動家、誰もオピニオンリーダー誰も言わないんですね。言ってるのは私ぐらいじゃないですかね。でこの日本国憲法第7条、天皇の国事行為という項目には10個あるんですね。で1項目、その前提として、天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行うということなんですね。でこれは天皇という天皇が行うというふうになってますけど、全て内閣総理大臣が決めて決定するというふうになってるんですね。だから日本国憲法の巧妙なところは、大事なところは天皇が出てくるんですね。憲法第6条の2項の最高裁判事の長官の任命も天皇が内閣の助言と指名に基づいて天皇が最高裁長官を任命するって書いてあるんですね。だから日本人にとって天皇というのが出てくると思考停止するというのが彼らよく分かってるから、微妙な問題、あるいは自分たちが守るべき問題に関しては天皇を前面に出してくるという非常に巧妙なやり口で日本国憲法を作ってるんですね。でこの憲法第7条の天皇の国事行為ですね。国事行為の名のもとに10項目書いてあるんですよ。で第1、憲法改正、法律、政令及び条約を公布することと。だから公布するんだったらそうですね、国事行為ですよね。だこれが憲法改正、法律、政令及び条約を締結すると言ったら国政行為なんですけど、国事行為ですから公布する。でも2項、国会を召集すること、突然国政行為の文言になっちゃうんですね。第3項、衆議院を解散すること。本来の国事行為の文言だったら第2項、国会の召集を公布すると。
第3項衆議院の解散を公布するというのが国事行為の正しい文言なんですけど、彼らは非常に巧妙でですね、2と3だけを、国政行為の文言にすり替えちゃったんですね。で4項国会議員の総選挙の施行を公示すること。そうですよね。だから国政行為だったら国会議員の総選挙の総選挙を施行するんなんですけど、そうじゃなくて国事行為だから選挙を公示するっていう元に戻ったんですね。で5国務大臣及び法律の定めるその他の管理の任免及び全権委任状及び大使公使の信任状を認証すると。6大社、恩社、特社、減刑、刑の執行の免除及び、復権を認証すると。7栄転を授与する。8批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証する。9外国の大使及び公使を切除する。10儀式を行うというこの10項目の中で2項と3項だけが文言が国政行為の文言にすり替えられてて、あとは国事行為になっているということで、そのことに、誰もおかしいじゃないかと。これは国政行為そのものの文言だから国会で決議して訂正すべきだと。別に憲法改正の3分の2の衆議院参議院それぞれ3分の2以上の憲法改正の支持票が議席が必要じゃないんですよ。これもう誰が見ても明らかに文言が間違ってるってことですから、国会が決議すれば済むわけですよね。でそれを最高裁は一切言わないと。野党議員は誰も言わないと。山本太郎も言わないと。学者も言わないと。ジャーナリストも言わないと。オピニオンリーダーも言わない。誰も言わないということですね。で上記の日本国憲法第7条天皇の国事行為の全10項の規定の中で第2項国会の召集と第3項衆議院の解散するの文言だけが天皇の国政行為の文言に巧妙に差し替えられていると。なぜならば本来の天皇の国事行為の文言であれば第2と第3項の項は以下の文言になるはずだと。2国会の召集を公示する。3衆議院の解散を公示すると。で日本の最高裁判所は憲法の番人ではなく米国支配階級と傀儡政党自民党の番犬であると。この GHQ による巧妙な文言の差し替えの謀略に対して憲法の番人として憲法第7条2項第3項の文言は間違っていると。文言の訂正と違憲判決を本来出すべき日本の最高裁は一切沈黙して、GHQ の陰謀を容認しているんだと。でさらに日本の野党政治家も日本の憲法学者も法学者も日本のマスコミも日本のオピニオンリーダーも日本の市民活動家も誰もこの GHQ の陰謀的な工作ですね、正面から取り上げ批判してこなかったと。でいわゆる護憲派と言われる木村翔太首都圏大学教授、来年の春からは元に戻るみたいですね。都立大になるみたいですけどね。日本国憲法第7条天皇の国事行為第3項の規定を根拠にして日本の内閣総理大臣は衆議院の解散権を持っていると自民党独裁政治用語のバカなことを公言してんだと、こういうお粗末な状態なんですね。これが今日のメインテーマですから、我々は来たるべき野党反自公野党 100% 純粋野党の政権交代の暁にはこの GHQ による巧妙な謀略的な文言の差し替えを元に戻すということで国会決議だけで十分なんですよ。ということをやりたいと思いますね。YYC コレスポンダンスキャス君アイスですね。砂月さん3件も NHK もこれなんだ宮内庁か
も放射能もすべて内閣総理大臣の支配下と、憲法違反ということですね。吉行さん、したがって、国会の会に位置する内閣の長である内閣総理大臣が国会勝手に解散などできるはずがないと、そういうことなんですね。砂月金さん、これはジム・ロジャーズの推奨図書ですね。ヘチさん、コンティニューコイン、こんばんはですね。ということで、今日のメインテーマのポイントだけでもアップしようと思うんですね。これは全部入るかな。入りましたね。その主な理由は2つあるだろうと。1つは憲法41条に関してその重大な意味を国民のほとんどが知らされてこなかったということなんですね。それじゃあ重大な意味とは何かと。41条ですね。日本国民はほとんど知らないと、知らされてないと。それでは重大な意味とは何かと。それは3つの国権権力の中で国会が最高の国権であるということですので、位置関係がですね、国会、その下に内閣、その下に最高裁という縦系列の関係になるということなんですね。上下関係なんですね。だからこの位置関係を見れば、国会の下にある内閣の長でしかない内閣総理大臣が上位に位置し、国権の最高官である国会を自分たちの都合で勝手に解散できるはずなんかないんだということですね。誰が見ても、小学生でも分かるということでしょう。そのことをほとんど国民は知らされないと、知らないと。それにもかかわらず、戦後70年以上にわたって日本の政治を独占してきた米国傀儡政党である自民党の内閣総理大臣が、衆議院の解散権は首相の専権実行であるという憲法違反の大嘘ついても誰も異を唱えないと、誰も反対しないと、おかしいじゃないかと、憲法41条に違反してるんじゃないかと誰も言わないんですね。で戦後70年以上にわたって、米国傀儡政党自民党が日本の政治を独占支配できたのは、この憲法違反の大嘘をついて野党が分裂している、野党に金がないという時を狙ってですね、適当な大義名分をでっち上げて、衆議院を解散して総選挙をすると。それは勝つのは当たり前でしょう。で常に弱体の野党を相手に総選挙を戦えば自民党が勝つのは当たり前のことなんだとですね。そのことを不思議に誰も感じてないという恐ろしいことなんですね。で2つ目の理由、これが重要なんですね。これは、この日本国憲法を規範し施行した GHQ マッカーサー総司令官がこの日本国憲法の中に巧妙にですね、いわゆる自分たちが日本を植民地支配するための謀略的な仕掛けをいくつか入れ込んだんですね。そのことに未だ
気がついてないということだね。ですなわち日本国憲法を規案し1940年5月3日に施行した GHQ マッカーサー総司令官は将来米国傀儡政党が日本の政治を常に独占支配できるですね、いくつかの謀略的仕掛けを巧妙に憲法の中に埋め込んだんだと、そういうことなんですね。でその一つが憲法第7条の天皇の国事行為の名のもとに第2項第3項の国会の召集と衆議院の解散の文言をですね、天皇の国事行為の文言じゃなくて天皇の国政行為の文言にすり替えちゃったと。非常に巧妙なんですね。このことによって日本の内閣総理大臣は天皇の名においていつでも好きな時に衆議院を解散して総選挙できるようになったということなんですね。でこれが戦後70年にわたって米国傀儡政党自民党が常に総選挙に勝ち政権を独占できたからくりなんだと。非常に単純なんですよ。やめさせれば自民党は勝てっこないんですよ。日本には全部で1690の議会があるが、行政のトップが勝手に解散して選挙を行っている議会は衆議院だけど、摩訶不思議なんですよね。他の1689の議会は議会の任期が終わった段階で選挙を行うと。だから参議院選挙が衆議院よりも民意を比較的正しく反映するっていうのは任期が決まってるからですよ。3年ごとだからですよ。途中で突然解散なんかされないから。で、この日本国憲法第7条天皇の国事行為、これはどういう項目があるかということで10個あるんですね。で天皇は内閣の承認と助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行うということで10あるんですね。で4つ。1、憲法改正、法律、政令及び条約を公布する。いいですよね。国事行為ですよね。でも2と3が直接国政行為の文言に急に変わっちゃうんですね。衆議院を召集する。国会を召集する。衆議院を解散する。で4はまた国事行為の文言に変わるんですね。国会議員の総選挙の施行を公示すると。これはまさに巧妙に仕掛けた謀略だろうと思いますよね。で他のやつも全部いわゆるセレモニー、内容の伴わない行事だけなんですね。国事行為なんですね。そして、上記の日本国憲法7条の全 10項の中で2項3項の文言だけが天皇の国事行為の文言、国政行為の文言に巧妙に差し替えられてるんだということですよね。ですから本来の意味は
こうなるはずだと。本来の国事行為の文言はこうなるはずだと。第2項ですね。国会の召集を公示する。3項、衆議院の解散を公示すると。それが国会を召集する、衆議院を解散するっていう国政行為の文言に差し替えられちゃってると。で日本の最高裁は憲法の番人ではなくて、米国支配階級と傀儡政党自民党の番犬であるというということですね。本来だったら違憲、立法審査権を持っている最高裁、憲法第81条で規定されているんですね。唯一の違憲審査審査権を持っている最高裁がこれは違うよと、違憲であると文言が差し替えられているから正しい文言にすべきだという判決を出して、それを受けて国会で、文言を変えればいいんですよ。決議して。そうすると明日にも変えられますよ。さらに日本の野党政治家も学者もオピニオンリーダーもマスコミも誰もこのことを問題にしないと。僕は山本太郎に直接、もう 4,5 年前ですけどね、この解散権ないんだよと、それから内閣にも立法権がないんだと、国会の法案の提出権もないんだよと、この2つの憲法違反を徹底的に、弾劾し批判すれば安倍内閣を倒せるよっていうふうに彼に言ったんですよ。で資料も渡したんですけど、一言も彼はそれを生かしてないですね。というのが今日のメインテーマです。非常に重要なことで、このことをできるだけ多くの人に理解してもらいたいということですよね。現在67分58秒から視聴されている方が同時期で66名様、計142名様、コメントが54件ですね。そして、今日のメイントピックスですね。令和山本代表都知事選出馬選択肢として、排除しないということでいいですね。彼が東京都知事選来年の夏ですか。だから当選する可能性強いですよね。だから総理大臣になる前にやはり地方行政を4年でも経験すべきですよね。そうすると失敗しないでしょうね。いいんじゃないですか。令和新選組、野党統一戦線の、結合機能を持たせて、東京都知事として、令和新選組の代表として、活動すればいいんじゃないですかね。だから埼玉でもしも大野さんが野党統一候補が勝てば、埼玉と東京という野党統一候補の連合組織ができるわけですよね。それから2番目、埼玉県知事選は構図がらりと与野党一騎打ちの大激戦にということで、これ日韓現代ですね。で次にトランプ側近が利下げ要求1ドル94円と円高地獄の現実味ということで、おそらく9月にですね
この前0.25% 利下げしたんですね、肯定部合を。それでもトランプは満足しないということで、この9月にも0.25利下げするだろうということで、7月の利下げの直後、円が急騰して、105円までになっちゃったんですね。今は106円ぐらいですかね。でまた9月に0.25利下げすると94円なので、もう円高不況になるという地獄ですよね。そして10月にバカみたいな 10% 消費税、値上げということで、日本経済完全に行き詰まっちゃうということでしょう。からさっき言った安倍首相の側近、韓国与野党議員の前でかつて韓国は売春観光国だったというバカなことを言っているというハンギョレ新聞ですね。こんなバカなことを公然と外国から来たゲストにですね言う人間が安倍の側近にいるってことは、安倍自体がまさにそのレベルだということでしょう。類は友を呼ぶと。典型的なですよ、日本会議そのものですよ、江藤っていうのは。それからトランプ動画、トランプ氏メディア遠ざけ、銃乱射事件の西を訪問した帰れと抗議デモを受けたという。だからわざと形勢が悪いと報道させないということでメディアを遠ざけたということで、こすいよね、いつもね、やることがね。要するにあれでしょ、ヘイト殺人、ヘイトクライムを煽ってんのがお前だろうということですよね。彼がこれほどいわゆる移民労働者の入国に対する物理的な壁を作るとか、あるいは摘発するとか、あるいは強制退去で逮捕して、親と子供を切り離すとかですね、そういういわゆる人種ヘイトを煽るような政策を取ってるからこういうバカなんですね。白人至上主義のやつができるだけ多くのヒスパニック住民を殺したいということで、ヒスパニックの人たちがよく、来るショッピングセンターで、自動小銃を乱射して20名殺しちゃったというとんでもないことが起こったんですね。砂月金さん、せっかくの規制野党にないパターンで盛り上がる新しい動きを太郎氏が都知事選出馬で水を差すことにならないか心配です。それはなんないですよ。彼有能ですから、ちゃんと野党統一戦線の結合部分として機能するでしょう。から今日の重要情報、安倍首相が広島原爆の日にまた冷徹対応と広島市民の核兵器禁止条約参加の訴えを無視と、それから療養者たちホームも訪問せずということで、これリテラですね。マイナスにということで今日の放送はこれで終わりですね。立憲は太郎
現象を一過性のブームと見ているような気がします。そうでしょう。だからあれもそうですよね。小沢一郎のインタビューも出てましたけど、表向きは山本太郎が野党を目覚めさせたというふうに言ってますけど、単なる一過性のパフォーマンスだという本音を彼はちらちらインタビューの中で言ってますよね。だからまあ彼の限界でしょう。ということで今日木曜日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。明日金曜日ですね、また9時前後には始めたいとまた言ってますけど、金曜日ぐらいはぜひしたいですね。ということで今日の放送これで終わりです。お疲れ様でした。また明日ですね、砂月さんお疲れ様でしたということで、また明日よろしければ交流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わります。